What I love about the Tokyo underground music scene is their endless surprises. When you go to a show here, you're never quite sure what you're going to see. And out of all the acts I've seen over the years, I don't think anyone has surprised me as much as the first time I saw Q-Pro. Two smartly dressed guys come out and start dropping some of the funkiest house beats I've ever heard, with the dance and charisma to boot. Tonight, we've come to Shinjuku Space, one of Tokyo's most cutting-edge nightlife spots, for their party Beehive, for a night of pure fun and dancing, and to get to know this incredible duo. Let's go check it out.黒は僕が染谷と言って彼がリオって言うんですけど、僕が当時バンドをやってて彼は DJ をやってて、最初はもう本当音楽が好きな友達になったんですよね。2人でこうずっと一緒に遊びに行ったりとか音楽の話したりとか、音楽の趣味が被ってる部分があるんで遊びで作ってみるっていうのが始まりで、最初は1年とか2年ぐらいは遊びで音楽を2人で作ってましたね。それがこう後にキプロになったっていう感じです。特にダフトパンクとか、パープルディスコマシンとかユクセピュが2人の共通項で好きな部分があって、フレンチで言うとね、エド・バンガー関連とかね、だからもうジャスティスとかは制作スタジオでずっとよく聴いてて、そこら辺の影響は色濃く出てるかなって思います。This music is not techno and not rock and roll and not hip hop. That's house music. 曲作りの日集まってもほとんどずっとなんかこう、今週りょうくんってなんかおすすめの音楽あるのとか、とにかくどんなの聴いてたっていうところから始まって、で2人の好きな曲をこうずっと流して聴いてみる。で2人でこう踊ったりとか、あと普通に制作してるデモとかは途中で普通に実際に踊ってみたりとかもしてて、それでなんか踊りづらい部分とかは結構出てきて、そこでまたなんかブラッシュアップしていくことが多いですね。ちょっと早いなとか、そう踊りにくいよねここあるんで、スタジオで実際に踊りながら作ってる場所はキプロスタジオを僕ら作ってて、お互いの機材もそうだし、2人で大きい2メーター以上あるテーブルを2人で DIY してノコギリで切ったりとかから作ったんですけど、そこで毎週集まって作ってるんですけど、主にパソコンをいじってエンジニア的な音の音色作りだったりとか、そういった細かいところをやってるのがリオくんで、僕はどちらかというと演奏だったりとかコンポーザー的な部分でコードを入れて、でベースを弾いて、で彼がビートを入れてっていうので、2人お互いをディレクションしながらお互いができることをやってるっていう感じで、役割分担がすごいできてる。ああだこうだ言いながら毎週作ってます。主にライブの時は彼が DJ セットで全体のマニピュレーターで、僕がお客さんを盛り上げるアジテーターとしてパフォーマンスをしてるんですけど、ダンスミュージックのすごいいいところは、例えば言葉が通じなくても最高なもうビートが流れて一緒に踊ってっていうことができることだと思うんですよね。それってつまりはこうちょっとかっこいい言い方しちゃうと、ダンスとコミュニケーションっていうのが一個僕らのテーマとしてあって、僕はパフォーマンスをしてるけどお客さんと一緒にこう踊りたいというか、一緒にこんなに最高な音楽があるんだから一緒に踊ろうよっていう気持ちをこう伝えてるというか、それをこう体現してるんですけど、パフォーマンスとしてやってて、だからこう僕も結構こう派手な動き、こうポーズ決めたりとか、こう踊ってるたりとかするのはこうトゥゲザーしようぜっていうかお客さんにも
こういう感じで踊ったら楽しいよっていうのをアピールしているというか、特にその踊りも決まった振りとか、そのいわゆるブレイクダンスとかそういったものでもないですし、そういうところでなんかあまり教則的な踊りはしたくないなっていうのがあって、好きな踊りを最前線でしてる人がいればまああの人すげえ好き勝手踊ってるし、まあ好き勝手踊ってもここではいいだろうみたいなのが伝わればいいなっていうのは思ってて、だからみんな好きに踊ってください。Having learned a lot about the Geo's creative process, I wanted to hear a bit more about the concept behind today's event. Like, what's with all the bees? Hi, everyone. Do you know when in dance, bees communicate by dancing? This fact gave the event the name Beehive. ビーハイブって蜂の巣っていう意味なんですけど、蜂って集まる時にお尻を振って集まる習性があって、それがこうリグルダンスっていうついた動きをして集まる習性があるんですよ。つまりこうコミュニケーションを取る時に蜂って言葉がないからダンスでコミュニケーションしてる。で、さっき僕らが話してたこととすごく似てるようなことだなって思ってて、会場もこの黄色で蜂の巣みたいにこうしてるのも、ここが一つの僕らの集まる場所で、集まったらみんなダンスをしてコミュニケーションを取ろうよっていう気持ちもあって、ビーハイブってなっていました。そういうイベントですね。自分たちでダンスミュージック作るのも好きなんですけど、普通にクラブに行くのも好きで、このイベントは今のところ年に1回なんですけど、この1年通してすごいいいなって思った DJ の方で、それがキプロの音楽性とリンクするというか、キプロに興味を持ってイベントに遊びに来てくれる人に楽しんでもらいたいなって思える DJ を、ディレクションしてて、でその方々をお呼びして、で僕らとしてもその自分たちのコンセプトだったりこういったことを伝える場として自分たちのイベントを発信していこうと思ってやってて。気合入ってるんですか？もちろん気合入ってますね。僕らは2人ともダンスミュージックが好きで、毎週キプロスタジオで音楽を作って2人遊びをしてる感覚があって、ライブをするときはお客さんを含めてみんなでこんな楽しい音楽があるんだぜっていうのをみんなで遊んでる友達が増えていく感じがしてて、それをこうどんどん大きくしていきたいっていう気持ちもあるので、ゆくゆくは海外でも僕らのライブだったりとかパフォーマンス、音楽が届いてくれたらいいなと、そういった場所で自分たちも活動したいなって思ってます。本当にいろんな国とか日本でもいろんな場所に行って同じような音楽が好きな人とか普通にめちゃめちゃ遊びたいです。僕らがそもそも海外の音楽に影響を受けてるのが強くて、でキプロの曲を聴いていただいたら分かると思うんですけど、英語だったりね、他の言語だったりいろいろすごい混ざってると思うんですね。結局ダンスミュージックって言葉が通じなくても共通で楽しめるのがいいところだなっていう感覚があるから、そういった意味で活動の幅としては国内だけじゃなくて海外は意識したいと思ってるし、そういうのがこう僕らは通用するような音楽をやってるっていう気持ちはあります。 Boys Club de la Providence standby, and they've doubled their efforts now. Swimming meets, pet shows like this one, held their own. ありがとうございました。That was fun. See you in the next one.